はい、適当ソング。今日はチャコですね。見ればわかるよって感じなんですけど、そのチャコの使い方とか、あと裏技っすね。よくチャコをつけといたのに消えちゃったとかなって、あと、どうしても、白い生地とかにこういう白いチャコしか使っちゃダメって時とかあるんですよね。でそれを、印しても見えないし消えちゃうからどうしたらいいのとかいう裏技も紹介していこうと思います。はい、じゃあまず普通に、よく使ってるものとして紹介から入ります。じゃあ多くの工場さんとかほとんどの、プロで活躍する人は使ってると思うんですけど、このチャコペルってやつですね。クローバー置いといて、このチャコペルっていうのは多分 R ついてるんで商標を取っておりますね。でチャコペルさんのがチャコペンですね。ここに注意いろいろ書いてあるんですが、ここは気にしないで大丈夫です。で大体みんなこれを使ってますね。これもチャコペルかな。もちろん趣味でやる人は100均に売っとるやつでも大丈夫なんですけど、プロは一応これをほとんど使ってますよとかいうのを紹介する程で、このチャコペル使ってるところが多いです。はい、僕は100均のももちろん使ってるんですけど、あんま変わんないですね。ただこれ多分水溶性なんですよね。水に溶けるタイプだから、なんて言うんだろう、水チャコって言うんですけど、僕らの中では水ちょんちょんってやってやると、それが落ちやすいのも固まってこうつけられるんでいいと。それも今から実践してきますね。それよりはちょっと水溶性ではないのかなって感じしますね。一応水に浸せば100均のでも全然水チャコとか使う場合は代用できるんですけど、こちらの方がやっぱり水のあれはいいですね、相性は。でもう一個消えるチャコですね。これも結構使われます。これのいいところは製品ができた後に、先日動画でも紹介したと思うんですけど、こういう洋服とかに製品チャコついて、で後で印見えるとこだから消さなきゃとかいう時あるんですけど、その分こういうチャコ鉛筆でつけたものだったら自分で消さなきゃいけないんですけど、これは自然に消えるやつですね。基本紫とピンクみたいなのが多いですけど、紫の方が断然見やすいし、いいという感じで、これただ注意点があって、撮影ですぐ使うとか、絶対見える位置を避けなきゃいけないんで、そういうとこは注意ですね。消えるまで時間がかかりますね。僕の使ってる感覚だと、1週間以内には絶対消えるって感じですね。これ2週間とかいろいろその使用説明書とかに書いてあるんですけど、僕の感覚で言うとあくまで1週間以内には消える。これ生地によって全然違います。綿の生地とかナイロンとか麻とかいろいろあるんですけど、それによって全然違うんで、そこはちょっと、自分で要確認ってことで、じゃあ使っていきましょうか。極端な例で今日2種類の白と黒の生地用意しました。組成はあんま気にしないでください。じゃあまずこれの生成りみたいな色ですねにチャコペンしていきます。こういうのだと、普通にそのまま使う場合は白だともう正直あんま分かんないですよね。今こうしてるんですけど、生成りっぽい色だから、で消えちゃうし分かんないし、どうしたらいいかっていうのは、裏技紹介していきます。それが、水チャコですね。僕の場合こうなんて言うんだろう、ペットボトルの蓋でもいいですし、スプレーの蓋、奥の方にいろいろなスプレーあるんですけど、そういうのの蓋、こういうサイズがあったんで、これにザンプとかを水で湿らして、ここでちょんちょんちょんって先っぽを濡らすと。でそれで、先っちょが溶けるんで、こういう風にほら、そしたら見えるでしょ。これ水チャコって僕らの中では言ってます。でこれが結構取れづらいというか、なかなか消えないんで、先日も動画で見せたと思うんですけど、水チャコをこのチャコで消す動画、前日に多分上げてると思うんですけど、それなかなか消えなかったね。でこういう同色とかやつにやっても、こう水チャコでやると目立つし消えづらいから、どうしてもその同系色に白のチャコ以外使っちゃダメとかいうことになった場合は、このように水チャコっていう裏技を使えば、
全然消えないし、跡も探しやすいという技があります。はい。で単純に黄茶粉とかねやっとけば見えるんですけど、色ついてるのは結構消えづらいっていうデメリットがあったりしますんで、そこは要注意って感じで、こっちにも使えますよね。黒だったら黄色使う必要なくて白で済むなら白を優先的に使った方がいいです。はい。で次あれ消える茶粉、僕これいいと思うのは、2種類選べるんですね。細と太が。なるべく細の方がいいですけど、で紫濃いですよね。だから見やすいし、この色が勝手に消えるって結構嬉しくないですか。目立つし、どっちにも活躍できると。ただ黒とか濃紺とかにやったらちょっと見えづらいんで、そこがデメリットかなって思います。なんでこれはつけられないというか、つけてもほぼ分かんない。でもこれは勝手に消えるから、こういう薄めの色とかこれが目立つ色ならもう全然いいですよね。印付けとして勝手に消えてくれるし。でここにちょんちょんとやっても、太いのはこんな感じですね。はい。でこういう風に基本的に僕は仕事でこの3種類の茶粉を使ってますね。だいたいこの2種類でほぼ完結するんですけど、黒系で行くときはもう白で、こういう生地に行くときはこっちでやってます。どうしても時は先ほど教えた裏技で水茶粉ちょんちょんとやって印つけたりしてます。今日は茶粉ペンとか茶粉の印どう入れてるかっていうのを紹介しました。はい、ご視聴ありがとうございました。